佐藤純子、その1。以前、知らないおじさんに声をかけられたことがある。おじさんは言った。バイク、乗ってみるかい？そのおじさんのバイクは、大きな、かっこいいバイクじゃなかったけど、私は乗せてもらった。あれは2年前。私が高校3年生になる。少し前のことだった。あの頃、私は落ち込んでいた。両親が離婚することになったからだ。父と母に何があったのか。私にはよくわからなかった。よくわからないうちに、二人は仲が悪くなり、よくわからないうちに、離婚が決まった。そのうちに私は、父が、職を失ったことを知った。私は、二人に離婚などされたら、困ると思ったが、私の思いなど、二人には、関係ないようだった。だから私は、落ち込んだ。私の心は、これ以上ないくらい、沈んでいった。私はその心を、何とかしたくて。でも助けてくれる人など、どこにもいなかった。両親の離婚というのは、友達や学校の先生に、相談できる話ではなかった。おじさんに声をかけられたのは、そんな時だ。バイクに乗ったのは、その時が初めてだった。あの時のことを、今でも覚えている。流れていく、街の風景、風の匂い。バイクって、いいものだな、と、私は思った。両親が離婚して、父が家を出て行った後、私はアルバイトに明け暮れるようになった。アルバイトをして忙しく働いていれば、その時だけは父が出て行ったことを思い出さずに済む。嫌なことを思い出したくなかった。高校の卒業も危ないくらい。私はアルバイトに明け暮れた。でも、バイクのことは、時々思い出した。あの時感じた風のことを思うと、少し気持ちが軽くなった。アルバイトで稼いだお金で、私はやがて教習所に通い、そしてついに手に入れた。
CB400 スーパーフォアを。CB400 に初めて乗ったのは教習所でだった。CB400 を教習車として使っている。教習所は多い。直列4気筒。6速マニュアルミッション。車重はおよそ 200kg。教習所の教官がそう教えてくれた。はじめは大きいし、重いし。乗っても大丈夫なのか心配になった。アクセルを開けると、エンジンの力は恐ろしいほどだった。でも、私は覚えていった。アクセルをどう開けて、クラッチをどうつなぐのか。加速するときのギアチェンジのタイミング。直線で。フロントブレーキをどう使うのか。コーナーで。リアブレーキをどう使うのか。CB400 は私の思った通りに動いてくれた。教習所を卒業すると、私はこのバイクを中古で手に入れた。よく一人で遠乗りした。自分のそれまでの行動範囲よりもっと広い世界、自分の知らない風景。この道の先には一体何があるのだろう。そう思うことは楽しかった。そして思った。私は自由だ。あの頃私は自分が高校を卒業できないかもしれないと思っていたし、卒業できたとしてもその後の就職先のことなど何も考えていなかった。でも私は無事に高校を卒業し、母方の親戚のコネで就職することもできた。本来なら就職できたことを母に感謝するべきだったかもしれない。でも私は母に礼など言わなかった。あの頃の私には母の存在が重荷だった。母といると家を出て行った。父のことを考えてしまう。それが嫌だった。やがて私は家を出て安いアパートを借りて一人暮らしを始めた。父を弾き出した世の中。私たち家族をバラバラにした世の中。
私はその世の中に一人でいた。うまくはいかなかった。私は仕事が辛いと思った。上司や先輩たちとうまくいかなかった。私は幼くて未熟だった。そして私が未熟かどうかなど関係ない。それが世の中だった。仕事は続かなかった。つまらないことが原因で。私は辞表を出した。そして仕事を失った私には、アパートの家賃が払えなくなった。今私は CB に乗っている。そして海を目指していた。1年前まで私が住んでいた家は、大磯の海の近くにあった。今はもう売りに出されて、人手に渡ってしまったけれど、今私はその家に向かっていた。燃料は残り少なかった。そしてガソリンを買うお金はもうなかった。4気筒のエンジンは燃費が良くはない。ガソリンをどんどん食ってしまう。大磯までたどり着けないかもしれない。そう思った。そのうちに道が渋滞し始める。このまま渋滞の道路で身動き取れず、エンジンが回り続けているのはまずかった。渋滞している車と車の間を低速ですり抜ける。狭いスペース。車のボディを擦らないように注意する。そして停止している車と車の間から人や自転車が突然出てこないか用心する。私は脇道に入った。知っている道だった。この辺りの渋滞を避けるために何度か通ったことがある。片道一車線の狭い道路。スピードは出せないが、すり抜けよりはずっとマシだ。時速40から 50km を維持しながら進んだ。しかしやがて CB の燃料警告ランプが点灯した。万事休すだった。私はバイクを止め、エンジンを切った。バイクから降りて道路に座り込んだ。そうしていると、体に溜まった疲れが少しだけ抜けていった。
自分をバカだと思った。大磯の昔の家に行ったところで、別に何があるというわけではない。そこには知らない他人が住んでいるだけなのだ。私はただ問題から目を背けたかっただけだ。今の私の本当の問題。それは今の私にはお金も行くところもない。ということだった。疲れていた。そして空腹だった。でも、休む場所も、食べ物を買うお金もない。どうしていいか、わからなかった。道路の両側は、民家が並んでいる。道が狭く暗い。まずいと思った。このままここに。バイクを止めておくのは危険だ。不注意な車に追突されるかもしれない。私は疲れ切った体に鞭打って立ち上がった。バイクを安全な場所まで移動した方がいい。わずかに残ったガソリンは使えなかった。それを使うのは最後の最後だ。バイクを押すしかなかった。荷物、私の全財産を積んだ。200kgの車体は疲れ切った体には応えた。とても重かった。顎から汗が滴り落ちた。しかし、なるべく早く危険を回避したかった。やがて見えてきた。ハンバーグランチの看板。ハンバーグとライス。オレンジジュースとコーヒーの写真。この道を通ると見かける看板。これまでそのハンバーグを食べたいと思ったことはないが、その日はそういうわけにはいかなかった。自然と目が吸い寄せられた。そしてその下にバイクの駐車スペースあります。と書いてあることに、その時初めて気づいた。周囲を見回すと、バイクの駐車スペースは、すぐにわかった。私はそこにバイクを押していった。そこに入ってしまえば、ひとまず危険は回避できる。駐車スペースに入っていくと、バイクが2台止まっていた。2台とも、フルカウルのスポーツタイプで、排気量 1000cc 以上の
大型だった。維持費がかかりそうで。燃費も悪そうなバイク。でもパワーと操作性は抜群だ。金持ちのバイクに違いない。今の私は金持ちが羨ましい。アスファルトではなく、砂利を引いただけのスペース。砂利の上に引かれた白線の間隔が、バイク専用であることを示している。それほど広くはない。もし四輪車を止めたら、4台がやっとだろう。腕時計を見ると、もう20時だった。ハンバーグランチの店が、閉店の時間になってしまったら、この駐車場も閉じてしまう。閉店まで、あと何時間あるのか。わからないが、その時はまた、バイクを押して、通りを歩かなければならない。サイドスタンドを出して、バイクを止めると、私は再び、バイクの脇に座り込んだ。体の疲れが、また少しだけ抜けていった。2台の他に、建物の脇に、スクーターがもう1台。あることに気がついた。赤のリード EX だった。高校生の頃、私が初めて乗ったのは、これと同じバイクだった。あの知らないおじさんが、持っていたバイクだ。近寄ってみた。カバーが半分だけかけてある。客のものではなく、ここの従業員のものらしかった。そして、バイクのタンデムシートの下を見て、私は、ハッとした。私がつけた、傷があったのだ。私は思った。これは同じ種類のバイクではなくて、同じバイクなのだ。あの時私は、このバイクに、10円玉で小さな×印をつけた。本当は、花丸でも、書きたいところだったが、走っているバイクの後ろに乗って、そんな器用なこともできなかったから、×印にしておいたのだ。どう見ても、いたずらだが、別に私は、いたずらがしたかったわけではない。私はただ、私が初めてバイクに乗った記念を、残したかっただけだ。あの頃の私は、今の私より、
もっと幼かった。この店に、あのおじさんが、いるのだろうか。あの時、あのおじさんだけが、落ち込んだ私を、助けようとしてくれた。だからといって、また助けてくれるわけではない。見ず知らずの他人だし。それに今回は、バイクの後ろに、乗せてもらったところで、私は助からない。でも私は、ここに、あのおじさんがいるのかどうか、知りたかった。店の正面に回ってみた。ガラス窓から中の様子が見える。そして、あのおじさんがいた。レジで、客から代金を受け取っているのは、間違いなく、あの時のおじさんだった。おじさんに感情を済ませた。バイク乗りが2人、店を出てきた。そしてさっきの大型バイクに乗って、駐車スペースを出て行った。再生リスト10に続きます。